んにちは、みじゅりーです。今回はぷっくりハートの編みぐるみの編み方をご紹介します。できるだけゆっくり解説していくので、初めての人もチャレンジしてみてね。使う道具と材料はこちらです。泣き笛は手芸店や100円ショップで買えます。種類によっていろんな音がするので、いろいろ試してみてね。綿も100円ショップで買えます。今回使った毛糸はこちら、ミレイズコットンヤーンという毛糸です。マスクの紐みたいなもっちもちの毛糸でとっても気持ちいいです。Amazon で買えます。初心者さんはマーカーもあるといいです。クリップでも代用できます。作り方をさっとご紹介していきます。まず鎖編みを編んで、真ん中からぐる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 と細編みを編んで、2段目3段目という感じで進んでいきます。同じ編み方でハートのモチーフを2枚編んで、重ね合わせてとじ針で縫い合わせます。全部閉じちゃう前に綿を詰めるのを忘れないでね。では早速編んでいきましょう。まずは針と糸を持ってみます。糸端を10センチぐらい残して、指の間を通って人差し指に引っ掛けて、親指と中指で挟みます。かぎ針をペンを持つように持ったら、糸の後ろから針を当てて、糸を引っ掛けるようにして手前から奥へぐるっとさせます。糸が交差したところを押さえるように持ち替えて、かぎ針の背中で糸を押すようにして、糸を引っ掛けて、糸を引っ掛けたまま輪の中をくぐり抜けます。糸端を下に引っ張って結び目をちっちゃくしておきます。編むための土台ができました。ではここから鎖編みを編んでいきます。先ほどと同じようにかぎ針の背中で糸を押して、糸を引っ掛けたらそのまま輪の中をくぐります。鎖編みが1目できました。同じようにして鎖編みを編んでいきます。全部で鎖編みを15目編みます。15目編めたら、今編んできた鎖編みを戻るように細編みを編んでいきます。鎖編みを1回編んで立ち上がります。ここから細編みを編んでいくのですが、こっちが鎖編みの表側、こっちが裏側です。裏を向けて、このポコポコと山のようになっているところに針を入れていきます。15目めの裏山に針を入れて、針に糸をかけて、糸を引き出し、もう一度針に糸をかけて、2つのループを一度に引き抜きます。細編みが1目できました。ここが1段目の最初の細編みになるので、目印をつけておきます。続けて次の目にも細編みを編んでいきます。
一つの目に一つずつ細編みを入れて、全部で7回細編みを編みます。もしも裏山に針が全然入らない人は、最初に編んだ鎖編みがちょっときつすぎる可能性があるので、最初の鎖編みに戻ってもうちょっとゆったりめに鎖編みを編むようにしてみてください。では数えてみましょう。かぎ針のすぐ下から1,2,3,4,5,6,7、マーカーをつけた最初の目が7になってたら大丈夫です。斜め編めていたら、次の目には細編みを3つ編み入れます。細編みが1回、同じ目にもう1回、さらに同じ目にもう1回、全部で3回細編みを編みます。次の目からは細編みを1つの目に1つずつ編んでいきます。全部で6回細編みをします。ここまでずっと裏山を拾って編んでいます。裏山はとっても拾いにくいですが、あと少しなので頑張って。6目編めたら、次の目には細編みを3回編みます。一つの目に細編みが3つ入りました。くるっと向きを変えて、今度はこちら側を編んでいきます。今3目入れたところがここなので、次はその隣の目、ここに針を入れて細編みを編みます。ここはちょっと編みにくいね。次は一つの目に一つずつ細編みを全部で5回編みます。次の V ゾーンがちょっと特殊です。次の目に針を入れて糸を引き出し、次の目は飛ばして、その次の目に針を入れて、もう一度糸を引き出してきて、3本針にかかった状態で糸をかけて、3本のループを一気に引き抜く細編み2目一度ができました。次の目から一つの目に一つずつ、全部で5回細編みを編んで、次の目には一つの目に2つ細編みをします。これでぐるっと一周してきたので、目印をつけておいた一番初めの目に針を入れ、糸をかけて引き抜く。
疲れ様です。1段目が完成です。では2段目をやっていきます。鎖編み1目編んで立ち上がり、すぐ根元の目に針を入れて、細編み、2段目の最初の目なのでまた目印をつけておきます。今入れたところにもう一度細編みを編み入れます。細編みが1つの目に2つ入りました。次の目から1つの目に1つずつ細編みをしていきます。細編みが7回編めたら、次の目には細編みを1つの目に3つ編み入れます。こんな感じでお山の頂点には毎段細編みが3つ入ります。次の目からは1つの目に1つずつ細編み、全部で7回細編みを編んで、このカーブにあたる次の3目には細編みを2つずつ入れます。1つの目に2つずつ、これを3回繰り返します。12、12、12と編むと丸いカーブができます。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを全部で4回編みます。次の目に針を入れて糸を引き出し、その次の目は飛ばして、その次の目に針を入れて糸を引き出します。針に糸をかけて3本まとめて引き抜く細編み2目一度ができました。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを全部で4回編みます。残りの2目に細編みを2つずつ編み入れます。1周してきました。2段目の最初の目がここ。前段の引き抜き編みの目がここで、立ち上がりで編んだ鎖編み1目がここです。この引き抜き編みと立ち上がりの目に針を入れてしまわないように気をつけてください。ここが本当に最初わからなくて、初心者さんがよくつまずくポイントです。目印をつけていた2段目の最初の目に引き抜き編みをします。これで2段目が完成です。次は3段目です。また鎖編み1目で立ち上がり、すぐ根元、ここに細編みを1回編みます。3段目の最初の目の目印をつけておいて、今1目編んだ隣の目には細編みを
1つの目に2つ。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。全部で8回編みます。次はお山の頂点なので細編みを3つでしたね。次はまた直線なので1つの目に1つずつ全部で8回細編みを編んで、次の目から細編み1回、その次の目には細編み2回、細編み1、細編み2をあと2回繰り返します。1、2、1、2、1、2と数えながらやるといいですよ。丸みができました。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを3回編みます。次はまた V ゾーン。次の3目のうち真ん中の目は飛ばして一番右と一番左。ここに針を入れて2目一度します。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを全部で3回編んで、残りの4目に細編み1、次の目に細編み2、細編み1、細編み2を編み入れます。前段で引き抜き編みをしたところ、立ち上がりの鎖目、ここには編まずに目印をつけていた最初の目に引き抜き編みをします。かぎ針をぐいっと引っ張って引き抜き編みの編み目を小さくしておくといいです。3段目が完成です。次は4段目、鎖編み1目で立ち上がり、すぐ根元に細編みを1回編みます。最初の目の目印をつけておきます。次の目にも細編みを1回、その次の目には細編みを2回、1、1、2と編みました。次は直線、細編みを1つの目に1つずつ全部で9回編みます。お山の頂点なので細編みを3回、次はまた直線なので1つの目に1つずつ細編みを全部で9回編んでいきます。カーブに来たので次の目に細編みを1回、その次の目にも細編みを1回、その次の目には細編みを2回、同じように細編み1、細編み1、細編み2、1、1、2を全部で3回繰り返します。
次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを2回編んだら、次の3目で真ん中の1つを飛ばして細編みの2目一度をします。次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを2回編んで、次の目に細編み1、細編み1、細編み2、もう一度細編み1、細編み1、細編み2を繰り返します。ぐるっと一周してきたので、4段目の最初の目に針を入れて引き抜き編みをします。4段目が完成。5段目で最後です。頑張って。鎖編み1目で立ち上がり、すぐ根元に細編みを1回、マーカーをつけて、次の目にも細編みを1回、その次の目にも細編みを1回、その次の目に細編みを2回、次は直線なので1つの目に1つずつ細編みを全部で10回編みます。お山の頂点には細編みを3回、次の直線では1つの目に1つずつ細編みを10回編みます。次の目から細編みを1回、細編みを1回、細編みを1回、その次の目に細編みを2回、1112、これをあと2回繰り返します。次の目には細編みを1回編んで、次は V ゾーンなんですが、最後の段だけちょっと違う編み方をします。まず次の目に針を入れて引き抜き編み、次も引き抜き編みなんですが、ここ一つ下の目に針を入れて引き抜きます。次の目にも針を入れて引き抜き編み、引き抜き編みを3回しました。細編みを1回、次の目から細編みを1、細編みを1、細編みを1、次に細編み2、これをもう一度繰り返します。1、1、1、2、5段目が1周できたので、最初の目に針を入れて引き抜き編みをします。ハートのモチーフが完成しました。糸を切る前に鎖編みを1回編んで、かぎ針をぎゅーっと引っ張ってループを大きくし、糸端を10センチぐらい残して切ります。編みぐるみにする場合は同じハートのモチーフをもう1枚編みます。2枚のモチーフのうちどちらか1枚はつなぎ合わせるための糸端を1メートルぐらい残してカットしておいてください。
般的にこちらが表側、こちらが裏側と呼ばれているのですが、今回はこっちのポコポコした裏側を表にして使いたいので、このような感じで縫い合わせていきます。編み始めの糸端は裏になる方に糸始末しておいてください。2枚を縫い合わせる前に先にデコレーションしていきます。お家にある余り糸やフェルトをご用意ください。フェルトでお顔を作っていきます。下書きしてから切ってもいいのですが、私はフリーハンドで切っちゃいます。ハサミで丸く切るときはちょっと大きめの丸から徐々に小さくして形を整えていくといいです。ハサミを動かすというよりフェルトを動かすイメージで切ってみてください。まん丸にならなくてもちょっといびつでも可愛いと思います。口元は毛糸でステッチしていきます。編み目の穴を利用していきます。ステッチしたいところにかぎ針を刺して裏で毛糸を引っ掛けて表側に引き出します。すぐ隣の穴に刺してまた裏で糸を引っ掛けて引き抜きます。これを繰り返していきます。糸端を10センチくらい残して糸を切ってループにかぎ針を戻し糸端を引っ張り出します。糸端は裏で糸始末しておきます。ハサミで余分な糸を切ります。あとはお顔の位置を決めてフェルト用ボンドで貼り付けていきます。目玉シールやぬいぐるみ用のパーツが売っていたりするので、そういうのを利用してもいいかと思います。こちらのデコレーションは文字はフェルトを切り抜いたものを貼っていて、このステッチは口元のステッチと同じやり方でステッチしています。こちらのポコポコしたステッチの仕方をご紹介します。とじ針に糸を通してポコポコをつけたいところの裏から表に針を出し、30センチぐらい糸を引き出したら針を編み地に乗せて 2,3 回くるくる糸を針に巻きつけます。巻きつけたところを押さえながら針を抜きます。大きな玉留めみたいな感じになります。抜けないように編み地の編み目をまたいですぐ近くの穴に針を入れ糸を裏側に引っ張り出します。また次の模様をつけたいところに裏側から表に針を出し、針を置いてくるくるして針を抜く、この繰り返しです。はい、こんな感じでデコレーションができたら2枚をつなぎ合わせていきます。マーカーでハートの真ん中に印をつけておきます。
こちら側にも真ん中同士を合わせてマーカーをつけておきます。とじ針に1メートルほど残しておいた糸端を通して重ね合わせた時に自然に外側に来る目同士をつないでいきます。隣の目も同じように手前から奥に針を入れてつなぎます。ぐるりと一周縫い合わせるのですが、完全に閉じちゃう前に綿を入れていきます。綿は袋にギュッと詰まって入っているので、一つかみぐらい取ったらよーくほぐして、それから少しまとめて入れていくといいかと思います。泣き笛も入れたい人はこの段階で入れていきます。泣き笛を綿でくるんでそのまま入れちゃいます。残していたところを閉じていきます。最後は糸端を中にくぐらせて糸を切って形を整えたら完成です。同じモチーフでも違う毛糸を使うとまた違った雰囲気になるし、縫い合わせる位置を変えてそのまま紐を編んで縫い付けるとこんなミニポーチにもなります。ハートの編み方を応用していろんなものを編んでみてください。もし初めて編めたよという方がいたら教えていただけたらとっても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。